にちは、堀口教授です。今回はなんと竹原さんとコラボです。よろしくお願いします。具志堅さんの後でしょ。申し訳ないです。ボクサー何人目？ボクサーは2人目です。これ2番目か。はい。まだいいか。まだいいですか。案が良かったな。すいません。今は何歳？今31です。31。今年32です。でもボクサーでもね30過ぎて今旬の選手がいっぱいいるから、やっぱ時代が変わったんでしょうね。練習法とか食べ物とか。逆にこの24、5より強い人いっぱいいるからね。やっぱそれだけね能力があるっていうか。そうですね。なんか技術量はどんどん増えていくのに対して、やっぱ年齢いくと体がちょっとついていかないっていうか、体力的に。そうそう。あとごまかし方を覚えたり。まあ31だったらまだごまかすまでの。まだでもない。まだバリバリいけるんで。全然大丈夫ですね。体感的にはまだ大人は全く感じないですか？そうですね。33ぐらい、4、5とかそのぐらいまでは多分キープできますよね。体力も。と思うけどね。この間ゴロキンが村田選手の試合見た。ゴロキ40ですよ。40だ。確かにね、現役と比べてバリバリの頃と比べて、スピードとかなかったけど、やっぱテクニックとかね、ごまかし方がめちゃくちゃやっぱうまいですもんね。そうですね。もう体重コントロールとかはもう本当に水抜きばっかりでやってたって感じですか、昔は。今の水抜きっていうのが意味わかんないんだけど、なんか風呂に入ってあれでしょ。そうですね。半身浴で。そんなやったことないからね。もうひたすら食うな、あんまり飲むな。1ヶ月かけて10キロ落としたんで。それって結構きついですよね。いや、きついっていうかね、今の水抜きの方がきついし、多分この間も世界戦でね、水抜きやろうと思ったら結局途中で痙攣を起こして失格になったからね。計量が今の方がでも食べながらできるんで、まあね、どっちがいいか分かんないですけど。堀内選手は何キロ減量してるの？自分は本当5キロないぐらいですね。今体重何キロ？体重が今65とか。65あるんだ。今その水抜きやってるの？水抜きでも試合前日にね、普段からね、5キロぐらいの減量なんでそれいいかもわかんないけど、普段10キロやってるやつが残り3キロ4キロを1日通して危険だよね。そうですね。だから1週間前からなんか水をすごい飲んで、なんか自分の体をなんていうんですかね、塩分なくして出やすい状態にしてみんなやってますよね。これ減量方法にしちゃうね、昔の方がいいなと思う。でも自分も両方やってたんですよ。若い時はもう走って食べないでってやってたんですけど、やっぱりなんか内臓が固まっちゃうんですよね、食べないと。わかります？わかんない。なんか硬くなっちゃうんですよ。ボディ打たれ弱くなっちゃうんですよね。だから食べながら常にこう使って硬くならないようにやってましたね。昔はそうです。東京にいた頃どこいた？東京にいた頃は馬込クレイジー。近いよね。その辺住んどった？そうです。最初はキッズさんの持ってた寮に住んでて、俺ずっと初めから34年前から池上にしてる。ずっといた。近いね。近いですね。そこでずっとボクシングやってた。そう。仕事やりながらボクシング。最初どうでした？やっぱ稼げないわけじゃないですか、ボクシングだけで。稼げないよ。でもそこら辺はボクシングとか総合も変わらないですね。総合も結構5万円だったりとか、最初の頃は。で6回生になってね、それが10万円になる。であとはランキング入ったら20万とか、日本チャンピオンになって100万。100万でもいくんですね。額面ね。自分はシュートのチャンピオンになって多分50万もなかったぐらいですね。シュートって言ったら佐山さんだよね。佐山さん怖いよね。自分そんなあったことない。合宿見たけど。YouTube かなんか。そう思いっきりパーンとめっちゃ怖いよね。会ったことあって、その時ねすごい温厚で頭のいい方だなと思ったんだけど、あれだけ見たらめちゃ怖かった。あれやらすとかじゃないんですよね。わかんない。どうなの？すごいですね。今の時代だったらもうちょっとアウトですよね。俺はそれを取り入れてやろうかな。いやアウトじゃないですか。
中学ぐらいまでずっとプロボクサーになりたいなと思ってたんですよ。マジで？はい初めの一歩とか見て、俺がね東京来た頃に初めの一杯になっはいはいはたで高村がいるじゃん。そうですね。あれ初めミドル級では挑戦する予定だったけど、はい初めて日本で初めてね、はいその前に俺がなったから設定変わったんだジュニアミドルからなって、はいなんかごまかしながらミドル級の人になってて、はいはいはいあそうですね。そうそう本当に初めの一歩みたいなうん減量の仕方だったんですか？最後その干し椎茸かなんかをああそれこまではないけど、まあ、ガム食べながら唾吐いたり、はいはいはいまあでもそれもね、はい結構やってる人いたけど、はい結局唾吐いて結局水飲みたいから唾吐いたりするわけですよ。ああそうなんですね。だから俺もよくサウナ入ってたんだけど試合前、はいはいコーラ一杯飲みたいからサウナ入ったり。ああでも自分も昔やってましたね。はいまあでもきつかったね減量は。トータル10キロですか10キロ多い時、まあ、最高は13キロか。 13キロ、きついっすね。ガリガリ72.5キロの階級で、はいはいはい82、3、4だった。はいはいはい試合より減量も嫌いですよね。そうそうそう、だから一番が勝つための練習じゃなくて体重としてはいはいはい、ね、まあ勝ち負けよりも体重との戦いだから、はいはいはいそっちになっちゃいますよね、はい本当に。でも1日前に計量して、でその後は食べられるんですか？食べれるけど、はでも食べ過ぎるとやっぱ試合で出ちゃうから、はいはいはいで俺ね、東洋チャンピオンになったのが22歳だったんだけど、はその時までは当日計量やった。いで取って何戦目かしては前日計量だったから、はい楽で、ああ当日はちょっと当日はね、はいもう緊張感で、ねはい計量前はね寝られんじゃん、はいはいで寝不足のまま計量行って、はいはい計量 OK になったら軽く飯食って帰って、すぐ後楽園行って用意するみたいな感じだった。それきついっすね当日は。今アメリカでしょ？今アメリカです。はいいつから？もう5年ぐらいですかね。 5年ぐらい、はいですね。 6年間、はいでもまあ全然英語喋れないですけどね。覚えようとしないの？いや覚えようとしててもやっぱりこう殴られるんでどんどん抜けていっちゃいます年間何週で2、3とか。あ、そんなもんじゃん。そんなもんです。なんでアメリカを本拠地にして技術がんの？やっぱもう最先端なので、でも今日本でもすごいよね。今すごいですね。ね、総合とか、はなんかレベル上がってるなと思うし。はいですごいんですけど一つのジムで全部できるところがないんですよ。なるほど。柔術だったら違うジム行ってとか、キックボクシングこっちジム行って面倒くさいじゃないですか。まあね。だから一つのジムでできる、アメリカにいましたね。はい。何歳までやる？基本40までやろうかなと思ってるんですよ。怪我とかなければ。普段ってどういう食事をしてるんですか？それ昔？いや昔も今も。昔なんか自炊なんかしたことなかったからね。へー外食かコンビニだったね。はい。減量してる時もコンビニとか。コンビニだった。コンビニでおにぎり買って野菜サラダ買って、は今考えたらめちゃめちゃ栄養ないよね。はいはい。そうですよね。当時知らないからさ、体重落とすための食事だったから、はいはいはい。計量終わったらファミレス行って、はい。それもファミレスファミなんですね。レスでスパゲティとはい雑炊食って、はいそういう感じだったね。へ普段はね、はもう適当っていうか、はいもう本当暴飲暴食しまくって。竹原さんから見た堀口教授の印象とかファイトスタイルってどう？俺ね、3、4年ぐらい前に割と見るようになったんだけど、まあちっちゃくてすごい長けてるなと思いながら、いろいろな技がね、はいはいで強いやつに勝ったじゃん。コールド。俺あれ正直、は絶対勝てないなと思った、はい。あれ締めか関節からね、中で勝ったんだよね。そうです締めではいおおすげえなと思って、はいその後だっけ、はいはいはいタイプに負けそうて、ですねは再戦やって、は再戦であっさり勝ったじゃん。はいはいやっぱ頭脳っていうか考えてやった中で、はいはい。そうですね。総合って何？身長高いのと低いのってどっちが有利とかあるの？やっぱ高い方が寝技でももう入りやすいので。ああ有利なんだはい。全然有利ですね。プレゼント。ありがとうございます。今度ね、はい。そうです。今制作してるアパレル、そうなんですはい、サンプルって形ですね。すいません、ありがとうございます。小原さんからもらいました。はい。かっこいいっすね。かっこいいですね。
ああ、色違い。おお、かっこいい。とりあえずね、それシンプルに作ったんで。はいはい、かっこいいっすよね、シンプルな方が。はい、ありがとうございます。じゃあ行きましょう。はい、お願いします。いいじゃん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 。これね、ボクシングの場合はね、できればね、紙一重入れるんですよ。で、そうそうそう。ワンツー。一度。じゃあ、ツー。ワンツー癖と。癖と。ワンツーフックを入れるじゃなくて、こしますけど。はい。そうそう、ナイス。はい、じゃあ。じゃあ、ツー、右がパー、右がパー、まっすぐ、では、手で打たなくて、体全身ここまで持ってきて、ここまで体の勢いで持ってきて、途中から練習。これがいいよ。まだ手伝い。どうですか。そうそう。ナイス。だから、しゃがんで、キンして、はい、ワンツー。じゃあ、じゃあ。じゃあ。ツー。つくせばはいこれどこまでやるワンツーやばいもっと強くそうナイスこれフックワンツー最後ワンツー癖だOK ですナイスどうですか、受けてみて。うまいですね割とやっぱ動きがいいんで打ち方はねやっぱりまだちょっと雑っていうかあるけど、もう常に動いてるんでやりにくいよね。多分ボクシングでもある程度通用するんじゃないですか。動くことがいいねやっぱり、やっぱ MMA とボクシングってパンチの打ち方違うんですか。違いますね。だからなんていうんですかね、総合は合ってないようなものなんで、基本って、その人のベースによって違うんで、ちょっと難しいですね。まあでもある程度基本ができてれば何でもできるからね、基本がある程度できてるんで、基本できずにがむしゃらな人っていうのはちょっとね厳しいかもわかんないけど、ある程度ジャブにしろストレートにしろ強くなると思いますこれからもデッグロールがすごいマスパー。はい、あれじゃあいやいやいや、俺現役じゃないんだから全然当てないです。俺は当てるけどずるいじゃないですか。そんなもんでしょ俺うちの生徒とかにもよくこれやるよ、お前当てんなよ。本当ですか。俺は軽く当てるけど。はいはい。早い動きが早い。
世界一見えない角度から来る。身長差がある相手で低い相手がやりづらいのってどういう動きがやりづらいですか？小さい選手がガードして動かれたら的がないのがあって、あと動きがいいとやっぱりやりにくいですね。左右動かれると。どうでした竹原さん？いやいやでかすぎますよまあでも前回の相手こんくらいですからね、はい、でもグラップラーだったんで。俺も寝技強いんだけどね。本当ですか夜の方ですか寝技、俺柔道やってたからさ。あ、そうなんです中学校の2年間だけ。はいはい、へえ、柔道着あればね、軽くやりたいね。いや、一番いいっす高田さん、ありがとうございました。どうもありがとうございましすごい勉強になりましたいや、やっぱ強いね。これからまだまだいきますね。はい、頑張ります。頑張ってください。はい、ありがとうございます。竹原さんとのコラボも、概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。お願いします。じゃあ、いつもまたねーってやるんですけど、最後やってもらってもいいですか？全然いいですよ、そっちでもいいですよ。じゃあ、またねー